はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日は皆様に一つお詫びがございます。先日、私が公開したこちらの近況報告の動画の中で、私は一つ皆さんに嘘をついておりました。全世界に向けて顔出しして YouTube をするということは、嘘をつかないことの意思の表れです。反対に YouTube で顔出しをしていない人は全員嘘をついてます。それであるにもかかわらず、私は先日この動画の中で嘘をついてしまいました。もし本日の動画が面白いと思った方は、いいねとチャンネルの登録をお願いします。現在無職の私は、先日のこの近況報告動画にて求職活動や生活費や健康についてお話ししました。そして健康の話の中に嘘がありました。私は最近の健康についてお話ししましたが、私はその中で特に悪いところはない。ただ強いてあげるなら左肩が50肩だとお話ししました。でも健康に関しては他にも重大な症状を私は抱えていました。それは何かというと、なんとですね、少し前に私は出先である札幌の中心部でまさかの尿漏れを起こしてしまいました。重大な症状というのは、私の股間のインフラが激しく老朽化しているということです。私の股間のインフラは運用開始してから50年以上が経過しています。これまで一度も大規模な改修工事は行ってません。だから使用しているゴムホースもふにゃふにゃです。私は今年1月派遣切りに遭いました。2月の中旬頃、派遣会社から離職票が届き、そこから私は失業保険の申請を始めました。失業保険をもらうためには、働いていた会社から離職票をもらい、それを持参してハローワークに申請する必要があります。ハローワークに申請した後日、失業保険の説明会が行われ、それからようやく失業保険が支給される流れになります。その尿漏れの大事故は、失業保険の説明会の日に発生したのでありました。説明会の会場は札幌市の中心部です。いわゆるオフィス街です。多分どの地域からでも通いやすいことを理由にここになったと思われます。確か説明会の開始時刻は午前10時くらいで、所要時間は30分くらいだったと思います。ちなみに私はこの説明会を受けるのは人生3回目になるので慣れたもんです。私はその説明会を受ける前から、せっかく札幌市の中心部に行くんだから、その帰りそこから少し南に行ったすすきのにある一蘭のラーメンを食べて帰ろうと私は考えてました。そして当日、説明会終了後、私は外に出る前に会場となったその雑居ビルのトイレでおしっこをしていくことにしました。そして用を足して外を南に向かって少し歩いていたら、なんか股間のあたりが冷たいの。よーく見たらですね、なんとズボンがおしっこでびちゃびちゃになってたんですよ。数的レベルではありません。これはね、ほんと焦りましたね。私はこれまでおしっこした後追いの数滴でパンツを汚すことは前々からあったんですけども、ここまで大規模な尿漏れは初めてでした。これはかなりの衝撃でした。しかも私が今いるのは札幌の中心部ですよ。さあどうする。ここでプロの YouTuber ならこの瞬間撮影を開始すると思うんですよ。ちょっと今緊急で撮影しておりますみたいな感じで。でも私はですね、もう頭の中が真っ白で撮影どころではありませんでした。
さあこの後私は一体どうしたでしょう。着替えを買いに行ったのか、それともすぐにタクシーに乗って家に帰ったのか。答えは何もしませんでした。この時私は2つの点でラッキーでした。1つ目がその時私が履いていたズボンの色です。その時私は紺色のズボンを履いてました。だから水で濡れたとしてもあまり目立ちません。これがもしカーキ色だったら完全にアウトでしたね。そしてラッキーな点の2つ目が季節ですね。この時は2月で、2月の北海道はまだまだ寒いです。この日私はダウンジャケットを着ていました。だからなんとなくダウンジャケットの裾で股間を隠すことができました。それに現代人の9割が歩きスマホをしています。道行く人のほとんどが誰も人の股間なんか気にしてません。だから私は股間をビチャビチャにしたまま堂々と歩いて一蘭に向かいました。この時の状況は動画にはしていないと思いますが、いやー、それにしてもこの時は本当焦った。私と同年代の男女の皆さんの尿漏れ具合は大丈夫ですか？私としてはですね、まだ大人用紙おむつは履きたくはないですね。一つ言うなら、今の私のおしっこの勢いは以前から比べたらあまりありません。蛇口をこう目いっぱい開いても水量はスーみたいなドジャーはないですね。まさか前立腺肥大？何年か前に私は前立腺がんの検査は受けたことはあります。一応陰性ではありましたが、私は普段家では洋式便座に座っておしっこをしています。立ってするとトイレが汚れるって嫁さんがうるさいんですよ。あれ？私結婚しなかった。今ではですね、家でおしっこをした際は水滴が止まるまでじーっとこう待って、その後トイレットペーパーで先端の水滴をちょんちょんと拭き取るような感じですね。では出先ではどうしたらよいのか。出先でできそうな水滴を絞り取る対策としては2つあると思います。1つ目が牛の乳搾りのようにこうシュッシュッシュッというやり方ですね。もう一つの手段としてはひたすら振り切るブル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 とか、もしくはムチのようにこう振る、先端が音速を超えるかのようにこう持ってパンパンとかいろいろ考えました。でもとりあえず今のところ出先では水滴が止まるまでこうじっとしています。ということで本日の動画、大野マン尿漏れをしてしまったでした。どうぞ皆さんも出先で尿漏れして洋服を汚してしまった際は堂々と振る舞ってみてください。ということで本日の動画は以上です。もしこんな尿漏れをしてしまった中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。